ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのは DK 所属ルシッド選手のバイジャングルです。他の選手たちはソロ級をあまり回していませんが、彼は違います。普通に1日15戦ほどプレイしていたりするので、少し心配になるぐらいですね。今回のルーンはこちら、一般的なルーンですね。ヘイストより迅速で殴り合いを強化し、この試合は自分がとどめを刺しに行くというよりは HP を削りに行く役割を担うことになりそうだということでしょうか。最後の慈悲ではなく切り崩しを選択しています。それでは試合を見ていきましょう。ヨネが敵ラプターにワードを刺し、ライズがこちら側に入ってきます。レッドバフからスタートしてクルーグを買っていきますが、アンベッサがこちらの鳥から出てくるのが見えたため、敵のジャングルへワードを刺し、ここで青バフを狩るのではなくグロンプを狩ることで HP を保ちつつ、相手ジャングルがこちらに来たとしても発見が遅れるように、そして青バフまで食べた後、ミッドをこづいてボット側へ。アンベッサ側のボットが押し込んでいるため、カバーを兼ねてボットのカニを食べ、その間にバイは青バフとグロンプを食べます。アンベッサがミッドを通過するのが見えたため、ウルフをスキップし鳥を守ります。クルーグを食べ、アンベッサがミッドから鳥側に消えるのが見えたため、敵のグロンプへ。アンベッサはガリオが削られていることやグロンプが湧く時間であり、バイはトップ側にいることが分かっているため、鳥を食べた後トップ側に寄ってきていますが、だいぶタイミングを作りました。急フラッシュするもガリオはフラッシュで逃げ延びます。ランブルが前衛ミニオン1体を食べ、レベル6になり R をガリオにぶち込みますが、キルには至らず、アンベッサがリバーからガンクにやってきました。ランブルがアンベッサに襲われますが、すぐにはブッシュから出ません。ガリオが R で加勢飛んできましたが、Q を発動猶予ギリギリまでチャージし、ガリオ R の範囲外にピタリとポジショニング、着地と同時に突撃してキル獲得。アンベッサは必死でランブルを殴っており、Q2 を当てキルを確信しタワー側にブリンクしましたが、ランブル W がちょうど上がりなんとか生命を維持。アンベッサはなんで生きとんねんと焦ってフラッシュインし取り切りますが、バイがしばき回してキル獲得。2-1トレードに、アッシュが際どい HP であるにもかかわらずビッグウェーブがボットに流れてきているため、ランブルがボットに入り、アッシュがトップへスワップします。そしてボットとトップでそれぞれがアクションを起こし、お互いのトップレーナーがです。グラブを押さえてリコール、サンダードスカイを完成させて青バフを食べ、敵の赤バフへ。敵の ADC とサポートはトップ、ライズはリコールタイミングで、バイは一方的にサンダードスカイを持っているためジャングルに入ります。スマイトファイトを制しガリオが R でカバーに入りますが、着地の瞬間アンストッパブルがついている R でアンベッサをノックアップ。ルブランとヨネが追撃しキル獲得。有利を握っているのであれば自分の森にこもるのではなく、有利を生かすためにファイトを仕掛けていきます。そのままボットダイブへ。ポッピーがカバーに入る前に倒しきりました。
ターン的にドラゴンは取れないとカニを食べていたところ、アンベッサがこちらの鳥を狙っているのが映ったため、急いでトップ側へ。ヨネが急フラッシュし、アンベッサはライズがいるミッド側へ逃げたいと R でバイをノックアップしながら逃げますが、しっかりとフォーカスを合わせてキル獲得。ジャングルを倒したのでドラゴンを抑えます。リコールしようとしましたが、ボットに取り残されたエズリアルを見てダイブへ。Q をチャージしながら近づいていきますが、バイが Q を放った瞬間エズリアルが E で回避。タイミングが噛み合ってしまいました。しかし R で回収に成功し、シャットダウンはポッピーへ。悪くない結果にトップからクリアしていき、アンベッサがトップに見えたため、ポッピー R に R を合わせて張り付きキル。アッシュもデスしましたがシャットダウンを獲得。その後ヨネがウェーブを押し切ったタイミングでアンベッサに殴りかかり、ヨネに合わせてキル獲得。互いにキルトレードをして、チームのタワーが破壊されました。2000ゴールド負けている状態から集団戦へ。アッシュ R でポッピーを捕まえて倒したところからスタートし、ランブル R でスローを受けているエズリアルをフォーカスしキル。その間にアッシュがガリオに捕まりです。ガリオ R によって孤立させられ、ヨネの TP までまだ少し時間がかかります。ここで焦ってライズに R をし、ガリオ R をいなすのではなくノックアップを受け入れ、ヨネが到着したタイミングでライズに R。 これによりヨネ R がつながり CC チェーン。ガリオとアンベッサはステップでヨネ R をかわしますが、ライズは CC が切れた瞬間フラッシュアウト。バイはスキルがないため一度下がり、ガリオ W に対して Q で離脱しますがカウントをもらいました。ブッシュの視界をコントロールワードで取ってガリオ Q をマイステップで回避し、 E でシールドをまといサンダードスカイで回復。アンベッサ R を見た瞬間フラッシュでとどめを刺しに行きましたが、ここはヨネが抑えてくれました。ヨネを壁にしてライズの車線を切りながら Q をガリオに当て、またアグロを切ろうとしたためたまらずガリオがフラッシュから U。 バイはデスしましたがリソースを吸い切りました。ゴー3トレードに。その後ほぼゴールドイーブンで集団戦へ。ヨネのポジションを意識しながらヘラルドのダメージを嫌がり、相手が固まるまで待った後フラッシュのないライズを捉え、そのままエズリアルに R2 回目の Q をチャージしますが、ポッピーが W 中なためしっかり Q を押し続け、切れたタイミングで離します。 HP が心もとないと味方の影に隠れ、あとは味方が食べるだけ。 5-0S。 ここで相手は降参を選択しました。サモナーが退場しました。いかがでしたでしょうか。あまり派手なプレーはありませんでしたが、序盤こちらの鳥を食べられたところからの立ち回りが素晴らしかったですね。仕掛けてきたのは相手でしたが、それに対応する形で相手をコントロールし始め、敵のジャングルルートを見返していただければわかると思うのですが、こちらはある程度綺麗にジャングルを狩れていましたが、相手のジャングルルートはかなりぐちゃぐちゃになっており、そういった部分からゴールド差をつけてアイテム差が生まれることで敵ジャングルに入るタイミングを作る。途中から完全にゲームを支配していました。
ジャングルはどこに行くかを常に自分で選択できる自由さがありますが、裏を返せばどこにでも行ける分、判断が難しいロールでもあります。これからもルシッド選手をはじめさまざまなトッププロジャングルたちのリプレイをご紹介させていただきますので、一緒に引き出しを増やしていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。大きにご苦労さん。